今日はですね、富士メディアホールディングス取締役相談役の日枝久志さん、渦中の人物なんですけれども、彼がですね、経営諮問委員会の委員を辞任したというニュースについて解説をしたいと思います。富士メディアホールディングスという会社は、監査委員会等設置会社かなという形をとっておりまして、監査役会設置会社とか、監査委員会等設置会社とか、指名委員会等設置会社みたいな、いくつか種類があるんですけれども、その中で、社外取締役が過半数を占める監査委員会を設置するタイプの会社です。こういうタイプの会社っていうのは、例えば、指名委員会等設置会社かなっていうのは、執行役と取締役を分離しなきゃいけないんですけれども、つまり代表者は代表執行役になるわけですけれども、監査委員会等設置会社の場合は、代表取締役が経営執行の、社長的なことをやることができる会社になっていて、そこに経営諮問委員会ってのは別に法的に何か設置しなきゃいけないようなものではなくて、フジテレビが独自に作ったよくわからない会というふうに考えていた方がいいのかなというふうに思います。取締役の株主総会に選任する取締役だったりとか、選任とか、ノミネートだったりとか、そういったことをやるような委員会。それを一応社外取締役が過半数で設置されてるっていう経営諮問委員会なんだけど、基本的に日枝さんのお友達、社外取締役もそんな人たちばっかりなんで、基本的には見る限り、あと下りの人とかばっかりなんで、独立社外取締役なのかって言われると、独立してんのかなこれみたいな感じの人たちが割と多いんですけれども、その中で、その委員を辞任するだけで、取締役相談役は辞任してません。基本的に僕はこれは、富士メディアホールディングスが、とりあえずこれぐらいのボール投げたら世間はどう思うかって観測気球を上げてるようなもんなんじゃないかなっていうふうに、正直そういうふうに感じました。で、やっぱ、バカな人たちって、日枝が辞任しやがったって思って、ついに辞任したかってみんな思ってんだけど、取締役相談役は辞任してませんから。全然だから実質的には何も変わってません。で、それをニュースで流してみて、世間がどう思うのかを、フジメディアホールディングスが測っている。そういう風な、これは辞任だと思います。それとは別に、ご自宅で転倒されたのか、腰痛や骨折をされて入院されてるということなんですけれども、入院が長期化すればですね、87歳ですからね、そのまま寝たきりになっちゃうような可能性だってあるわけですから、そのまま取締役が続けられるのかどうかっていうのはわかりませんけれども、読売新聞の渡辺恒さんは公開会社ではないとはいえ、最後まで代表取締役主筆をやめませんでしたから、死ぬまでやめなかったということで、もしかしたらそういったことを狙われているのかもしれません。ということで、フジテレビウォッチャーとしては、このままね、日枝久志さんを生温かく見守りたいなっていうふうに思っております。株主の方々、頑張りましょう。いってらっしゃい。